86キロ。ナンバー840岡村和義の登場。102キロ。さあ岡村。さあ、久しぶりに点検ですね。点検、多分 2,3 日前に納車になった車だと思います。答えはですね、ニスモのエアロがついて、バンパーだけニスモですね。あ、サイドステップもニスモか。この辺がなんかこう傷の上から塗られてるという、170万つったっけ？176万、オーテックバージョンですね。今ちょっとね点検してたらちょっと下回りからなんか変な感じがしたので、一回リフトアップして下回りを見てみようということで、リフトアップしてみます。これオイル漏れすごいぞ。これびちょびちょじゃないかよ、オイルがよ。俺らエアコンの水だと思ってたんだけど、これ違うよ。これなんだそれ。これオイルブロックがあそこに挟んであるんだよ。はい。で多分、あ、そうだな、オイルブロックを挟んでるところから漏れてるな。これちょっとお前直さねえとお前走れねえぞ。これ見てごらん。これこっちのまで全部びちょびちょ。これオイルないんじゃないの？もうこれいつ来たの8月の27日に来ました。でそれから一回も何もしてないの？なんかしたの？ここは自分で買いました。じゃあ自分が悪いんじゃん。すいません。じゃあ業者のせいじゃねえよ。はい。これダメ。じゃあこの業者のせいではありません。業者かと思ったけど。うわすごいなこれ。それいつやったんだよ。3日前。それからどのぐらい走ってんの？ここ来るぐらいです。走ってない。あ、そう。いやこれは相当これ相当やばい。まあ一応直してはいるんだよ。こういうところ全部、穴が開いてたところとか。まあでもここはほら見てほら、サイドステップで隠して、俗に言うこのエアロでボロを隠してる仕様だよね。この辺全部ね、これね、多分これ雪国の車だよね。この辺穴開いちゃってるから。これはちょっとね直した方がいい。こっちも？こっちは一応この辺はなんか修理したっぽい跡があるのね。でこっちはまあかろうじて穴は開いてないよ。でもここなんかはやっぱりもう多分錆びて穴開いそうだね。でさっき言ったように、ストッパーはああやって取っちゃってあるのね。でこれはナックルがショートのナックルがついてるんだよ。だからドリフト仕様の車なんだよ。だからハンドルの切れ角が結構あると思うんだ。そうですね。
すごいなこれ。全部直しうんこの辺な事故車っぽいところもあるな、そこら辺は。これ見て、このさ、これこの辺がこれ関東地方で乗ってる車は絶対こういう風になんないから、もうこれほらボロボロ落ちてくるじゃん。俺どうそれもカメラ持ってらんないんで手が痛くて。すいません。めっあちょっとまあでもメンバーは錆びてないから、下手すりゃメンバーが錆びてて落っこっちゃいそうなこともあるから。本当これの上とかここら辺ここら辺このぐらいは大丈夫だよ。大丈夫ですか？このぐらいはまだ大丈夫。すごい錆びの車なのかなこれ。まあでも、まあ、これよりひどい車いっぱいあるから、はいまあ1から10で数えたら3番目か4番目、もっとひどい車あるから、もっとひどい車錆びがね、もうこの辺ボコボコに穴開いちゃってるのがあるから、それから比べればまあいいんだけど、これはまあ遮熱板だから錆びちゃってるのは、はいこれは別にボディが錆びてるわけじゃないので、はいそれぐらいかな。まあ、クラッチは乗った感じ別に何でもなかったからはい問題ないと思う。うん、でその後ろがカタカタ言ってんのは、そのリアメンバーにカラーが入ってるからカタカタ言ってるだけだと思うから、その音は問題ないと思う。はいでまあ、ショックも大したショックはついてないけど、まあ、乗った感じそんなに乗り心地も悪くないからはいいいんじゃないかと思うけど、これはちょっとここだけ直した方がいいんじゃないの？これ帰りまこのまま帰ったらオイルなくなってエンジン壊れちゃうよ。ちょっと下げて、ちょっとどいて。エンジンオイルの量。はい。あ、メーターをつけたの？安田うん。配線がそのワンタッチでつけれるじゃないですか。うん。それがなぜかオーディオの紹介に私で聞いてあって、うん。ここになんかアタッチメントあるじゃないですか。こっから引いてて謎に。もうそれはだから昔のタイプだろ？あ、昔のタイプはああれなんですよ。昔のタイプは別に水温計はこっから引くタイプもあるよ。あ、そうなんです。あるよ。そうなんです。もうオイル入ってないよこれ。ダ本当ですか？メだこれ。これ点火時期は同じぐらいなのかな。点火時期もちょっと見てみたいけどオイルが入ってないから。要はサンドイッチしたってこと？サンドイッチした時のオーリングがダメなんだろう。じゃあ直した方がいいんじゃない？
直した方がいいんじゃないの？はい、お願いします。うん、分かった。お客さん、終わったよ。とりあえずネジが閉まってなかった。でシール台もシールテープ貼ってあったんだけど、シールテープが何の意味もなくて、そういうところからも漏れてたんで全部やり直してるから。で別に、まあ、そこはもう問題ない。オイルも入れたから問題ないんだけど、ブレーキのキャリパーがフロント側だけなんかもう動きが渋い。だからローターが綺麗に光ってないんで、キャリパー後ろは大丈夫だと思うけど、フロントがちょっと動きが渋いからキャリパーをオーバーホールした方がいいかもしれない。あとは大丈夫だと思う。はい。点検来なかったらエンジンブローしてたよ。よかったね。ほんとよかったわ。ということで、点検終了ですね。あと後ろの穴ぼこは直した方がいいよ。あそこに穴開いてたじゃん、はい、こんなでかい穴開いてたじゃん、あれは直した方がいいよ。まああそこだけだったらいいけど、これフロントのストラット周りも腐っちゃってんだよ。そういうところも直した方がいいんだけど、まあ15万ぐらいじゃない？はい。高いんだよね。でインジェクターも 3% も増えてる。標準は 1% ぐらいです。
はい。さっきオーツセンサー見たよな。音データ見ました。はい。燃費が悪いのは、エアフロメア圧がちょっとね、高いんだよ。エアフロが壊れちゃってるの。エアフロを新品とは言わなくていいから、小学校に多分中古がいっぱいあるから、それを使ううちに変えた方がいい。すぐ燃料も吹かなくて済むから、燃費も良くなる。いくつぐらい走る？分かんない。久しぶりの、無料点検でした。車はね、あんなもんかな。あんなもんっていうか、だいぶ170万の割には程度良くなかったけれども、あんなもんなんでしょう。今はね、もうちょっといい車探せると思うんだけど、俺だったらね。ただ車がどうのこうのっていうよりも、その前に自分で作業をしたらしいんだけど、その作業がもう最悪でしたね。あれマジで、神奈川県から来たらしいんだけれども、あと30キロぐらい走ってたら多分オイルなくなってエンジンブローしてたな。1リッターぐらいしか多分残ってなかったです。1リッター残ってたぐらいです。2リッターぐらい入った。ということで、自分で作業するのはね、ここに自信がある人は自分で作業してもいいけど、大丈夫かなとか思う人はやっぱりお金出した方がいいって。そんなもんいくらもしねえんだから。ということで、久々の無料点検でした。この動画出したからって無料点検がザバーッと来られちゃうと、また去年みたいに大変なことになっちゃうんでぼちぼちとお願いします。ということでお疲れ様でした。お疲れ様です。